こんにちは、ずんだもんです。オカルトレジリエンスチャンネルを始めます。今日ご紹介するスレッドはこちらです。竜を見ることができる人集合。竜見える人見れるなら見たいけど、そもそも竜っている？どこにいるの？誰でも見れる？多少の疑問を持ちつつスタートです。書きすれにて竜が見えるという人々がいるのですがアンビリーバボー。ずんだもんです。ここでスレ主の言う書きすれをご紹介しますね。天川大弁財天神社。このスレッドは奈良県にある天川大弁財天社で不思議な出来事を体験した方々が体験談や考察を書き込んでいるスレッドです。例えば朝の神事で舞うような笛の音を聞いた話や神様や精霊が見えた話、川に落ちた木の葉が魚に変わった話もありました。中には生きている鳳凰がいると書き込んでいる人もいますよ。興味深いスレッドですね。読んでみたい人は概要欄に URL を載せておきますのでぜひどうぞ。天川大弁財天神社。あそこには竜もいるはず。2匹だったかな。天空を待ってるのが見える人には見えるみたい。竜は今でも至るところにいますよ。今の人たちはそんなの見えないからいないって言いますけどね。見えるってのは動物の持つ本来の能力なはずなんですけどね。一体いつから見えなくなったのでしょうね。東京の方では大群がよく移動してると聞いたのですが竜ってどう感じで見えますか？雲みたいな感じなのでしょうか？竜神は基本的に自社仏閣の眷属として存在してるはずですね。地神は見えるらしくて上空でぐるぐる回ってるらしいです。竜は雲がなくても小さいのも大きいのも色々飛んでますよ。もちろん雲が竜の形をしてる時もありますけどもこちらは東海地方なので東京のことはわかりませんが、こちらの地方でもよく移動してますよ。ちょっとした雨が来るときは、小さいのがよく飛んできます。竜は富士山や阿蘇にもいますよ。このスレッドを見たスレ主は竜が見える人を集めたんですね。わかります。見える人がいるならお話聞きたいですよね。それでは再度スタートしますね。書きすれにて竜が見えるという人々がいるのですがアンビリーバボー。猫ならよく見かけるけどな。僕も猫ならよく見ます。たまに蛇も見ますよ。最近俺が神社に行くと、大概空はよく晴れ竜のように長い雲が幾筋もある状態です。こういうのって竜なのかなと思う今日この頃。誰か教えて筋雲です。そんなあっさりと、やっぱり竜が見えるという人々はいないのだろうか。マジレスするとして、弁財天だったら蛇じゃないの？竜が見えたとして、それはそこの神様とは関係ないのでは？竜者は同類でしょう。竜神はしばしば小蛇の姿で現れましたし。なるほど確かに、出雲大社で海蛇を竜神の使いに見立てたりしますよね。となると、大蛇も竜神が姿を変えて現れたもの、と言えなくもないですね。そうなると、何をもって竜というべきか竜の定義というものは難しいですね。地上に降臨された天孫のお妃様は、桜の神様。その後子息が海彦様、山彦様。ある日、兄上の海彦様から預かった釣り針を海でなくしてしまった山彦様は、海に釣り針を探しに行き、そこで竜宮城のお姫様と出会って結婚します。そして生まれたご子息の家系が天皇家。だから、天皇家の御領域は竜が守っています。海幸彦山幸彦のお話ですね。僕はこの花咲や姫が好きで、よく富士山本宮浅間大社に行きます。僕の記憶では山幸彦と結婚した乙姫はワニサメだったと思いますが、細かい話は割愛しましたが、山彦様の彦頬で美濃命と結婚された豊玉姫は八尋のワニとされていますね。またその後子息の宇賀や吹会津の神も玉頼姫と結婚され親子二代で竜宮の娘と結婚されています。そのご縁で、竜の化身である渡積の神が天皇家を守護されているとのことです。天川弁天スレで皇居に巨大な竜が巻きついているのを見た人がいます。今から12、3年前の話なんだが、山形の密教寺の栗に宿泊したことがある。副住職の話ではその寺は後水能天皇の祈願所だったそうだ。今でも皇室の使者がやってくるとのこと。山の寺で得度のできる本山だが、住職は里に降りていて、副住職とまかないのおばさんが寺を守っている。その副住職と夜、飯を食っている時に、いろんな話を聞いた。夜明け前に本堂で勤行をしていると、天井あたりで竜がぐるぐる巡ると言っていた。それから宮中の女官か高貴な女性の姿がふわっと浮かんで、本堂の中をすっと浮遊するとも話していた。それは、副住職一人だけが見るのではなく、繁忙期に来る里の坊さんたち、みんなで見たと言っていた。現代でもそういうことはあるのだろう。ちなみに、その副住職、俺たちが扉の閉まっていた本堂の前に到着したその刹那に扉を開けて私たちを迎えてくれた。こちらから声をかけたわけではないのだが、副住職は一言お客さんが来るとわかるんですよと言っていた。美しい話ですね。修行者、霊能者の方は竜が見えるみたいですね。
少し話が違いますが、風水の用語で龍脈ってあるじゃないですか。あれは大地のエネルギーの流れを龍の姿に例えたって話ですが、俺の住んでる宇治市の大爆山満腹寺は山門の前に龍の目と呼ばれる井戸があります。観光用の案内図を見ると山門の位置を頭と見立てると、山の稜線が龍に見えてきます。中国層の開いた寺なのでひょっとすると龍脈の上に立ってるのかも、などと友達と話したことがあります。で、本題のマジで龍を見ることができる人って何人くらい集まったんだろう？実はまだ自分自身が見た、という方はお見えになられていません。ちなみに、浅草寺には金龍山という看板がありますから、霊能力のある方にはもしかして金龍が見えているかもしれませんね。桜が池に、いるらしいよ。情報提供ありがとうございます。近いうちに行ってみます。信じてもらえそうにないのであまり話したことはないのですがそれらしきものを見ました。場所は兵庫県北部のスキー場。もちろん冬です。天気は快晴薄曇りでした。山頂リフトに一人で乗ってて空を見ると何やら雲の合間に細いものが、ゆったりと他の雲と違う速さで移動していた。ちょうどアニメなんかにも竜が泳ぐ姿を描写してるが、ああいうののゆったりした感じ。完全に目の錯覚だと思った。しかし近づいてくると完全にこれは周囲も気づいてるだろうと前後のリフトを見るとみんな無反応。自分では目の錯覚にしようと思ったが、目をそらしても存在してる。このスレにも自然霊の一つと書いてる人がいるが私もそう感じた。荘厳で涙が出そうになった。目の前に姿を見せてくれたのは何かのお告げ？そう思い何か吉兆かなとも思ったが、その後何もなし。ちなみにまるではなく完全に泳いでました。確か3年前に見ましたが、その後期待して何度かそのスキー場に行ってますが、最初で最後でした。またまた貴重な体験談ですね。僕も冬場はスキーによく行きますのでこれからは注意深く上空を眺めてみようと思います。ちなみに色、形など細かいところまで覚えていらっしゃいますか？もしよろしければお教えください。色は完全に白です。雲と同じでした。いわゆる白竜という感じです。信じてもらえない人は仕方ないですね。スキー場は8北。方向は兵の線から神鍋に向けて行きました。京都の貴船神社の奥の院には竜の穴と言い伝えられる穴があるそうです。その穴は誰も見ることができません。穴の上に社が建てられています。ですが私も小さい時に話で聞いたことがありますが、地球を貫通しているような限りなく底がない穴のようで、昔話でその社を修正する時の宮大工が誤って金槌を落としたら竜と金槌が戻ってきたそうです。そちらも水の神様で竜の言い伝えがあっても不思議じゃないような山深い京都の北の山にあります。風水で言いますと鬼門封じです。もっと正確に詳しい方がいると思いますので聞いてみてくださいね。竜の穴の話は昔聞いた覚えがあります。どこか忘れてたので書かなかったけど、貴船だったのかな？まああそこは違うことで有名ですから。竜とは無関係になるが一度だけ、貴船鞍馬方面の山が夜の12時だというのに真っ赤な夕焼けみたいになる現象を見ました。不思議な山です。実際、何年か前の最近東京を訪れた時ちょうど台風が到来し、親戚が住む日暮里の近くの荒川と隅田川の間にて、短期滞在していたのですが、地元北の地方とはあまりに違う台風の威力に驚き、興奮とともに、しばらく外を眺めていたら、あることに気づいたんです。幽霊なんかではない。目に見えない何者かの気配。自分の視界の範囲内だけ。でも、数十体以上または100体以上でしょうか。無色の竜が、暴風とともに好き勝手絶頂に飛び回っていました。まさか、気のせいだろうと思いながらもひょっとしたらと思い、少し集中を強めてみると、普通のバイク2、3台分くらいの大きさの無色っぽい竜何体かと目が合って待った。全竜ではないからなのか表情は不良少年が破壊を楽しむ顔、プラス荒々しい獣の顔といった感じを受けました。自分の霊感なんて、かなり鈍いはずなのに、時折竜を見たりするのは、やっぱり縁があるからなんでしょうかね。いわゆる毒竜と言われる竜でしょうか？神々の世界にもアウトローはいるのですね。結局人間は神の生き写しのようなものなのでしょうか？昔は雨乞いの祈祷により雨が降った、ということがあったようですがその際に雨を降らせた竜たちは果たして善竜か毒竜か、興味深いところですね。どうも自分は善竜よりも悪竜の方をよく見るようで自分の精神性が低いためなのかちょっと残念。だけど一応、後で善竜だと思えた友人さんを見たこともあるし、特に好きな、とても美しい名誉色の瞳の竜を見たことは一生の思い出です。だから、どんな形にせよ少しは竜と縁があるらしい自分は幸せ者だと思っています。立山の室堂で2回見ました。1回目はバスに乗っている時、眼下を竜が飛んでました。2回目はバスのガラス越しに目の前にいました。思わず竜と目が合ってしまいました。ああ怖かった。ちなみに他の乗客は誰も気がついてないようでした。他には鳳凰も2回ほど。鳳凰はどこで？鳳凰は2002年11月18日夕方、京都の吉田山のすぐそばにある金海光明寺付近の上空で、天空を西へ向かって飛んでいるのを見ました。
2回目は日にちは忘れましたが広島で。俺じゃなくてドイツ人の友達の話で悪いけど言うっていうか西洋の言うドラゴンみたいなの見たことあるらしい。酒の席での話だったんで、嘘くせえと思いつつ軽くあしらってたんだけど本人は大真面目でした。恐竜の生き残りとかと聞いてたりしたんだけど、彼曰く恐竜じゃない。足は4本あったけど図鑑で見るような地震竜の像みたいな足じゃなかったし鱗も爬虫類のそれとは違って一つ一つが目でわかるくらい大きくて硬そうだったと言ってました。角が3本生えてたそうです。彼は嘘をつくような人ではないので何かを見たんだと思います。なんと、今度はドラゴンの目撃談ですか？やはり、西洋と東洋では現れ方が違うのですね。そのドイツ人の方は霊感の強い方なのですか？もしかしたら他にも不思議な体験をお持ちなのでは？霊感とか持ってないっていうか、彼は信じてませんなんか、普通の動物みたいにそこにいるのが当たり前みたいな感じで存在していた。と言ってました。私は全くの素人ですが、雲仙普賢岳が噴火した前の日の朝、通学する電車の中から私は東京在住飛んでいる竜のような形の雲が空に走っているのを見ました。偶然かもしれませんが、怖かったです。以前、長野県内の小さな山あいに住んでいました。ここに小さな寺社があり、行く出ましたよ。大物のヘビやムカデもですが、ただ、前の方で書かれているような悪いものや小物だと思います。家の中に入ってきちゃいますから、同県内の海近くに越してきた時、大きな竜に会えるのではと期待していたのですがなぜか以前のようにはっきりとは見えなくなってしまいました。力強い気配を感じて目を凝らしてもうすらぼんやりとしていて形を捉えられることができないというか。大きさとかはどうなのですか？差し支えなければ詳細をお願いします。大きさですが初めて見たものは頭のサイズが中型犬と同程度。暗い部屋の茶ダンスの中で目を赤く光らせていました。大きな怖い猫が入り込んだものと思い、近所中に聞こえるくらい大声で泣きました。すぐに向かいのおばさんが来て何もいないよ。と言ってくれたのですが消えるどころか、ますます目を光らせたので凝視してしまい竜だとわかりました。暗がりの上、目の光で周囲は霞んでいましたが黒に近い濃い色ではなかったかと思います。悪い竜だと思うのは怖かったから、と消えてくれなかったから。神社近くで友人と目撃した竜は薄い白っぽい色でした。3、4無ほどの小さい竜でしたが、消える直前に顔が大きくなってこれも怖かったです。もしかしたら良い竜かもしれません。あとは初めに見た竜と同じような感じですね。ちなみに大物のヘビとムカデは、実物の生き物の話です。前から書こうと思っていたことがあります。私の女友達は霊能者の方たち何人かに友人様水神様がついていらっしゃる。でも随分頭が潰れていて元気のない友人様だよ。ほっとくと良くないから定期的にご祈祷して差し上げましょうねと言われたそうです。かなりの年数かかりましたが今はすっかり良くなりました。友人様に守られている女の子ですか？頭が潰れていたなんて一体何があったんでしょうね。しかし良くなってよかったですね。いつまでも友人様と仲良くいられたら素晴らしいことですね。長野県上田市と坂町の間、太郎山付近で先月、竜の形をした雲を見ました。割と低空飛行で気持ちよさげに長野市方面に向かって飛んでいくような感じでした。この地で育ったわけではないので全く知らなかったんですが、今調べたところ太郎山神社は雨乞いの神社らしいです。その近くには白蛇神社もあります。私の見たものが本当に竜かどうかはわかりませんが、あまりのリアルさにとても感動しました。昨年、海外に行った時、飛行機の窓から何気なく外を見たら、飛行機の羽の下を白い竜が見た瞬間、竜だとなぜか思いました。逆方向に体をくねらせながら通り過ぎていったように見えました。全く霊的なものには縁がないし、そういうものを日常的に考えていたり信じているたちではないのですが、あれはほんの数秒ですが竜だったと信じてみたいな。神戸に住んでおりますが西区におっこさん、めっこさんという高名な恩赦がございますが、そちらの未跡にも見える方にはとてつもなく大きな蛇が何重にも巻いているのが見えるそうです。いくら目を凝らしても私には見えませんでしたが、友人様もやはり見える方と見えない方がおれれるのでしょうね。お山がオスとメスに分けられているのがなんとも面白いですね。しかし、見ることができる方には見えるというのはなんとも羨ましいことですよね。僕は竜がいそうだな、という場所神社、渓流、滝、山にたびたび出かけますがやはり見えないんですよ。そういや、竜といえば八郎型とか田沢湖なんかは単なる伝説なんだろうかね。八郎型は干拓されちゃってるからまあ無理として、田沢湖なんかはいても良さそうな気がしますな。あと、十和田湖ね。僕はまだ東北地方には行ったことがありませんが、東北新幹線が八戸まで伸びたことですし、そちらの方にも行ってみたいと思っています。僕はたまに友人と渓流釣りをするのですが、やはり水のきれいなところには竜がいそうな気がしますよ。それに東北というと、すれ違いになりますが荒幅きの伝説もありますね。近代の捏造です。おかげで本当に伝承されていたものがわからなくなってしまいました。
そうだったんですか。伝承されていたものがわからなくなってしまった、というのはあまりにも残念なことですね。地方の土着神で現代でもその名が残っている神は少ないのですね。現在でも、というのが問題です。いつ頃信仰され始めた神なのか、ということはまずわかりませんからね。なるほど。証拠になるものは残ってないということですね。よく漢字伝来以前の神代文字というもので書かれたとされる古文書は、まず義書と疑ってかかる方が良いのですかね。歴史はね、今聖史とされているものですら本当かどうかわかりませんから、意図的に捏造されているかもしれないし。で、そうでないいわゆる古史古伝の類は明確な物証なんかがないんですよ。あったとしても、先祖伝来の〇〇とかで、調べてみると、話よりも新しかったり。ただ、竜とかは別としても、想像上の生き物とかはいてもいいと言います。頭の中だけで見れるものだとしてもそれは存在するものだと思いたいですね。おっしゃることに激しく同意します。やはり世界中に似たような竜、ドラゴンの伝説があったり、どこの国でも神がいたりします一神教、多神教の違いはありますが果たして実際見えないのに想像で竜の絵が描けるのでしょうか？それが想像の産物だとしても、例えば現代人にあのような絵が描けるでしょうか？そう考えるとやはり存在するもの、と思いたいです。いかがでしたでしょうか？竜をぜひ見てみたくなりましたね。個々の能力なのか、偶然なのかは分かりませんが見える人いるってことは分かりました。私も気がついた時は空を見上げて竜を探してみますね。もしかしたらいつか見ることができるかも。そう思うだけでどんな天気の日もワクワクしてきますね。実はこのスレッドには月スレがあるのですが、長すぎて1回にはご紹介できませんでした。別の動画でご紹介しますね。それではまた別の動画でお会いしましょう。視聴ありがとうございました。